エミの日本語ラジオ。皆さんこんにちは、エミです。今日もエミの日本語ラジオを聞いてくれてどうもありがとうございます。今日は方言についてのお話です。方言とはある地域だけで話される言葉です。ちなみにスタンダードな日本語を共通語と言います。また、ある地域や県、町だけで話される言葉を〇〇弁と言います。〇〇には地域や県、町の名前が入ります。例えば関西弁。これは関西地方で話される言葉です。関西弁の中にも大阪弁、京都弁、神戸弁などがあり、それぞれ少しずつ異なります。スペイン語もスペインのスペイン語とラテンアメリカのスペイン語は全く同じではありませんよね。そしてスペインの中でもアンダルシア弁があり、その中にグラナダ弁、カディス弁、セビリア弁などがあります。日本語もそれに似ています。地域によってイントネーションや使う言葉、表現などが異なります。私は関西に住んでいたので、家族や友達、学校などではみんな関西弁を話していました。でもテレビやラジオの仕事をしていたので、番組の中では普通は共通語を話していました。日本語を教える時も共通語です。ただ関西ローカルの番組では関西弁を使うことも多かったです。これもスペインと同じですよね。アンダルシアのローカル番組ではコテコテのアンダルシア弁を話している人が多いと思います。関西弁は外国人の皆さんが理解するのは最初は難しいかもしれません。例えば自己紹介を両方で話してみますね。まずは共通語です。はじめまして、エミです。私は日本人で、日本では大阪に住んでいましたが、今はスペインのアンダルシアに住んでいます。好きな日本料理は肉じゃが、お好み焼き、たこ焼き、しゃぶしゃぶなどです。インテリアやお花が大好きで、ザラホームや雑貨のお店によく行きます。どうぞよろしくお願いします。これを関西弁で言うと、はじめまして、エミです。私は日本人で、日本では大阪に住んでいましたが、今はスペインのアンダルシアに住んでいます。好きな日本料理は肉じゃが、お好み焼き、たこ焼き、しゃぶしゃぶなどです。インテリアやお花が大好きで、ザラホームや雑貨のお店によく行きます。どうぞよろしくお願いします。どうですか？わかりましたか？初めて関西弁を聞いた人はちょっと変な感じがしたかもしれません。日本語を勉強するとき、です、ますの最後のすの音はほとんどうを発音せずに S だけ発音すると習いますよね。例えば、私は日本人ですではなくて、私は日本人ですというふうになります。でも関西弁では比較的最後のうの音を強く発音します。だから、私は日本人ですと発音しても実は間違いではないんですよね。ただスタンダードの日本語は私は日本人ですと発音します。また関西だけで使う言葉もたくさんあります。例えばなとか聞いたことがありますか？はいいという意味で、いいねというのを関西弁ではなとかやんと言います。その反対はあかん、ダメ、よくないという意味で、ダメだよというのをあかんでとかあかんやんと言います。また違うはちゃう、それは違うでしょを関西弁で言うと、それちゃうやろとかちゃうんちゃうになります。めっちゃも有名ですね。
めっちゃはとてもという意味なので、とても美味しいねはめっちゃ美味しいやんと言います。あと、そんなわけないでしょという意味のなんでやねん。これも関西人はよく使います。お笑い芸人さんたちが使うのでとても有名なフレーズです。こうやって話していると全然違う言葉みたいですが、もちろんスタンダードな日本語、共通語も通じます。関西に住んでいる人や関西に知り合いがいる人など、関西弁に興味がある人がいるかもしれませんが、関西人以外の日本人にとっても難しいです。だから分からなくても心配しないでくださいね。まずは共通語をしっかり勉強しましょう。ということで今日は方言についてお話ししました。最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました。それではまた次回のポッドキャストをお楽しみに。さよなら。バイバイ。